粒続けますか。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドマーケットのシャです。ワールドラバーマーケットのガネです。本日は月曜に向けての部活の知恵袋。はい。今回紹介するテーマは、はい。なぜ粒高にトッププレイヤーが少ないのか。1000粒とかシェイクバック粒とかも全部ですね。粒。やっぱりもういるじゃんっていうのもあるんですけど、はい、その全体の層で見たら少ない。すごく少ないと。それは片目ペンもそうなんですけど、今回は粒。はい、動画とかブログで早く勝ちたかったら粒貼ったらいいんだよみたいなこと言ってるんですけど、やっぱり卓球って難しいやん。はい。回転難しいやん、とっても。回転難しい。やっぱり回転がほぼほぼ効かないっていう。粒やったらそう返球するのに困らない、でやっぱりクラブ上がりの裏々の選手とかも困らせることができるっていう意味では、もうここら辺はね、もうだいぶ卓球の情報も出回ってるんで、知ってる方多いと思うんですけど、それさしたら卓球の面白さ分かんないじゃんみたいなコメントもいただくわけですよ。それ回転だけが卓球の面白さじゃないんだけどなって思うところもあるんですけど、本当にここは一丁粒高に対しての正しい認識というか、もちろん今粒使ってる中学校1年生2年生方いると思うんで、そこから俺このまま粒でいこうかな、ちょっとやっぱ裏にしようかな、表にしようかなみたいなところの分岐の、選択の手助けになればいいかなと思ってこの動画をお送りしたいと思います。はい。まず粒高どんなラバーだ。さっき言った回転があんまり効かんと。効かない。はい。でも自分で回転を埋めない、次に球が遅い、これをこの2つをもう主な特徴2つ掛け合わせると、一番簡単なラバーなんだけど一番難しいラバーなんです。なるほど、何を言ってるか分かんないと思うんで難しいですね、じゃあちょっとプレー軽くやりましょう。はい。すごいラケットの面をこう横にしないと返らない。じゃあ粒なんかね、多分ちょっとあくびしてても返せそう。お前のサーブなんでよ。そう大したことねえな。大体ラケットの面でどんな回転に来てもある程度相殺できるというか、そっち側に送れるよっていうので、ここら辺がまず最初で勝ちやすい理由ですね。相手の回転が効かずに回転の中意味不明に残ってこっちだけわーってなるっていうのがまず1点で、これがやっぱり最初に勝ちやすい理由です。最初というか初中級者層で勝ちやすい、自分は自分は簡単なんだけど相手は難しいという状況がすごく生まれやすいと。じゃあ今度上級層で勝ちづらい理由、本当に軽く前面 OK。 ボールが遅いのよ。遅いから上手い人になると粒の性質もある程度知ってると、粒ってこういうラバーだな、上回転出したら下回転くるとか、そういう情報も知ってると。ちょっとでなおかつさらにちょっと回転分かんないなと思っても見極める能力がある。まず、もう卓人として能力がだいぶ上がってると。もう目もいいし、なんなら手もうまいと、足も動くと。そうすると球が遅いっていうのは効かなくなっちゃうんですよね。基本的にもう自分が余裕シャクシャクの状態で待ってて、回転わかんないな、でもふわってやっていけばいいやと。次も遅いだからずっと遅いだからずっと余裕ある状態、なのでなかなかこう上級層で勝ちづらくなると、この条件を言っちゃえば、じゃあ球をどうにかして速くするとか相手の余裕を奪うっていう何か戦法を考えつけばいいんだけどね。そうですね、だからここがだから一番簡単で一番難しいと。最初の方は簡単でも次は自分が難しくなると。逆転しちゃう。こっちがレベルが上が上がったから自分は簡単です、球は遅いし変化も決まってると、自分こっち簡単こっち難しいってなっちゃうと。だからこれが大まかにトップ層では勝ちづらいというか、粒高選手がなかなかこう芽が出づらい状況になっていると。今回というか2019年の全日本選手権で井出沢選手、表粒の選手が女子ジュニアで優勝しましたけれども、なぜ優勝したのかと。もちろんね、いろんな人解説してるんであれなんですけど、裏ソフトよりもスイングの技術っていうか技術が多彩だったと私は思っております。ちょっと裏使ってもらっていい？裏ソフトの技術って基本的にもうこういうふうにこうやるか、あとはこ
こう下を下をこうやって上にするっていうぐらいの基本的にこっちかこっちしかないと。しかもラリー中には変わらないです、ね、あんまり変わらないと。でも出沢選手何がすごいかっていうと7方向もあると。これもあるし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 みたいなのでやっぱりこれが難しい理由なんですよ。なるほど。技術がめっちゃあるっていう。粒の場合裏みたいに上下やってたら球がただ遅いだけのボールになっちゃうんで、裏ソフトの速さとか裏ソフトの技術量がある人にやっぱ勝つのがすごく難しくなってくるんですけど、じゃあ粒どうしたらいいの？テクニックを身につけることになると。テクニックの量が多すぎて難しいんですよ。宿題が多すぎる。最初は超簡単だってこれだけでいいから。基本だけ。基本のもうなんかこれだけでいいんですけど、上に行けば行くほど相手が強くなればなるほど技術の多彩、スイングの多彩なところが求められるんで、裏ソフトよりもそこがなんなら一番センスないと難しいぐらいのなるほどなっちゃうわけですね。基本のやつがあるじゃないですか。こういうのあったりとか、こういうのあったり、つっつきプッシュみたいな。ちょっとこうとか。一つのボールに対していろんな技術があっていろんな技術がないと相手を崩せない。でもなんかいろんな技術をまず、ね、入れるとか厳しくとか選択するとかそういうところが出てくるんでとっても難しいわけですね。確かに裏ソフトはそんなことないです。下が来たらつつくかドライブするか、その中でコースを狙うとかあるんですけれども、基本的に技術一つのボールに対して2個ぐらいしかないわけです。裏ソフトはただ粒はなんか5個か6個ぐらいあるんで、5個か6個使わないと球が遅いから、ね、相手にとって余裕生まれちゃうんで、上で勝とうと思ったら選択肢を増やさなきゃいけない。さっき言ったみたいに僕簡単ですけど相手難しいですみたいな、粒の場合は自分も難しいんですけど相手も難しいっすみたいな状況に持っていくことがすごく大事になってくるんで。なるほど。伝わったでしょうかね。いやでも分か最りやすかった。初の方は相手の技術がない、でも自分は簡単、そうですね。相手の回転量も少ないからより簡単です、もう粒を使ってる方が簡単で相手の方が難しいです、もう球の見極めもあんま上手にできないと。技術も固まってない、感覚もない、入らない、こっち入る、だから勝てる、上がれば上がるほどなんで難しいか、球のスピードが遅い、変化もラバーによる変化しか起こせない、でも相手うまい、ミスらない目がいい、ちょっとでも浮いたらドカンって打ってくるみたいな、自分難しい相手簡単みたいな、じゃあそうなった時に自分も難しいけど相手も難しいよっていう状況に、させるぐらいまで技術をこう高める、磨ければ今回の出沢選手みたいに活路は開けるのかなと思っております。はい。続けますか。その目標がね、どこの目標にするのか、その県大会出るとかやったら間違いなく粒で楽やと思うし、県でベスト8入るっていうの途端に厳しいですね。なれば急になんかあと 2,3 回勝つだけの話とか4回ぐらい勝つだけとかの話かもしれないけど、そこからのハードルっていうのはすげえ上がってくる。すごく高いですねやっぱりなんなら今回粒高のことをちょっと言いましたけど、粒高を1枚だけ貼ってる人っていないと思うんで、絶対ペンでも裏でもシェイクでもね絶対ペンでもシェイクでもどっかしら裏ソフト貼ってると思うんで、その裏ソフトをどう活用していくかっていうところに、割合を裏が7の粒が3とかでもいいんで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。